これでわかるサラエボ事件。当時オーストリア領だったボスニア・ヘルツェゴビナの首都サラエボにて、セルビア人の青年によりオーストリア・ハンガリー帝国の皇位継承者夫妻が暗殺された事件です。まずこの時の背景をご説明した後、サラエボ事件がどのように起こってどうして第一次世界大戦につながったか、そして最後にこの事件の黒幕についてお話をしていきます。まず背景から。サラエボがあるバルカン半島はヨーロッパの火薬庫と呼ばれていました。いろんな国が対立し合い、いつ爆発してもおかしくないようなところ。もともとバルカン半島は16世紀頃よりオスマン帝国に支配されていました。オスマン帝国が衰退していくと、そこに住んでいたスラブ系民族が反乱を起こし勝利します。そのうちセルビア、モンテネグロ、ルーマニアがオスマン帝国から独立を認められました。しかしこの時ボスニア・ヘルツェゴビナは独立権が認められませんでした。セルビアは1903年、新オーストリアだった当時の国王アレキサンダル一世とドラガ王妃が新ロシア派のクーデターによって暗殺され、ペータル一世が即位。これによりセルビアはロシアの後ろ盾を得ます。1906年にセルビアとオーストリアとの間で貿易摩擦もあり、どんどん関係は冷え切っていきます。ボスニアの人口の約半分がセルビア人でした。統合のみがセルビアを救うを合言葉に大セルビア主義を掲げ、セルビアはボスニアを併合して国土拡大を目指していました。ところがそれが叶う前にオーストリア・ハンガリー帝国がボスニアを併合してしまいます。これによってセルビア側の政府や国民は強く反発し、反オーストリア・ハンガリー帝国思想が強まります。それを扇動するようにクロテ組などの秘密結社によるオーストリアの要人の暗殺未遂などが活発化していきます。ちなみにオーストリアの皇帝フランツ・ヨーゼフも暗殺されかかっています。そんな危ない状況の中、ヨーゼフは甥のフェルディナンドに1914年6月に行うボスニアでの軍事演習を視察するように命じました。その一環としてサラエボへも訪問します。フェルディナンドはハプスブルク家ですが、もともと皇位継承からは遠かったので比較的自由に暮らして思想も自由主義でした。後継者となるであろうはずのヨーゼフの息子ルドルフは自殺し、弟マキシミリアンはメキシコで処刑されます。そして甥であるフェルディナンドに順番が回ってきました。保守的なヨーゼフとは考え方も違いましたし、うまくいっていませんでした。しかも彼が愛した女性ソフィーの父親は伯爵。ハプスブルク家からしたら身分が違いすぎます。しかも彼女はチェコ人でした。血筋を大事にしているヨーゼフからしたら多民族の娘と結婚など許さんと反対します。ですがフェルディナンドは折れません。そこで条件付きの結婚になります。フェルディナンドは皇太子ではなく皇位継承者となる。何が違うかというと、2人の間に生まれてくる子供が自動的に皇位継承権を持つか持たないかです。ヨーゼフはハプスブルグ家の血筋にこだわっていたのでした。そしてソフィーには皇族としての特権を認めない。宮中行事でも末席に座らせられます。ただでさえ緊張が走る両国の関係があった上にタイミングが最悪でした。パレードがあった6月28日は2人の結婚記念日でもあり、オーストリアにとってはおめでたい日でした。オーストリアはグレゴリオ暦を使っていたのですが、セルビアはユリウス暦を使っていました。オーストリアでの6月28日はセルビアでの6月15日。この6月15日はセルビアがオスマン帝国に敗れたコソボの戦いがあった日でもあり、また4世紀に殉教した聖ビトゥースの祭日でもあり、セルビア人たちは喪に服す日でした。セルビア人にとって屈辱的な日に軍事演習が行われ、結婚記念祝いをしてしまったんですね。1914年6月28日、フェルディナンド夫妻はサラエボから車に乗って移動。この時警護についたサラエボ警察の数は少なく60人程度。暗殺者が待ち構えているところ、車6台が通ります。
まず爆弾が投げ込まれます。これは夫妻を乗せていない方の車に被害があり、他の人が負傷しました。残りの5台は視聴者へ急ぎます。スピーチを終え、先ほどの事件の負傷者のところへ向かうため、車はサラエボ病院に向かいます。暗殺を恐れ、街の中心は通らないようにすることになっていましたが、その情報が先導する1台目の車の運転手にうまく伝わってなく、途中で道を間違えていると言われ、ルートを戻すために曲がり角で一度停車します。そこにはカフェがあり、暗殺グループの一人がたまたまそこにいて、慌てて銃を撃ち、夫妻に当たります。無事に当たったのはミスでした。暗殺者ガウリロ・プリンツプは未成年で、当時の法律により死刑にはならず、懲役20年を言い渡されました。なぜこの事件が第一次世界大戦につながるかというと、流れはこんな感じです。暗殺グループがセルビア軍や政府と関係があったとする情報が入り、オーストリアはセルビアにちゃんと調査をするように言うも、セルビアは拒絶。1914年、オーストリアが同盟国のドイツにセルビアと戦争してもいいか手紙を書きます。その時のドイツはヴィルヘルム2世。側近たちは他の用があり不在でした。彼が戦争していいと言ってしまいます。そしてオーストリアはセルビアに最後通牒を突きつけます。最後通牒というのは交渉相手に対して示す最後の要求で、受け入れなければ交渉を打ち切るという表明です。この最後通牒はセルビアにとってむちゃくちゃな要求でした。しかも48時間以内に返答しなくてはいけません。セルビアは後ろ盾だったロシアに助けを求めます。この時ロシアは国内で揉めていて、それどころではなく断られます。セルビアはオーストリアの要求10か条あったうち8か条は飲みますと返事をしても、全部でないならダメ、戦争だとなります。オーストリアはロシアが介入してこないならちょろいと思い宣戦布告をしたのでした。ところが翌日、ロシアが軍を総動員させます。実はロシアは国内の問題がひどすぎて、政府に対する不満を国外に向けさせるために戦争を利用しようと思ったのです。セルビアに着いたロシアはイギリスとフランスとの三国協商があり、オーストリアはドイツが同盟国。その後他の国をどんどん巻き込んでいって第一次世界大戦が起こります。まあサラエボ事件がなかったとしても他のことをきっかけに世界大戦は起こっていたかもしれませんけどね。さて、黒幕は誰？いくつか気になるところがあります。1台目の運転手が道を間違えたこと。こんな大事なことが伝わっていないなんてことがあるのでしょうか。そして狙われやすいところで一時停止。本当にたまたま暗殺者はそのカフェにいたのでしょうか。2、新聞にパレードのルートが出ていた。暗殺の危険があるこの状況でなぜわざわざ載せたんでしょう。3、なぜこんな危ない状況でサラエボ警察の警備が60人しかいなかったのか。4、なぜ軍事演習をセルビア人にとって屈辱の日6月28日にしたのか。まずはっきりしているのは実行犯のセルビア人ガウリロ・プリンツプが属していた黒手組。黒手組は公然と暴力を提唱していました。カリスマ的指導者ドラグーティン・ディミトリービッチはセルビア軍に属していました。ニコラ・パシチ首相にも情報が入っていて、政府は反対するも実際には止めなかったというので、黒手組、セルビア軍、セルビア政府はかかっているとして、もう一つ怪しいのがオーストリア政府。この状況でオープンカーでのパレードという明らかに危ない行為。そこに行くことを命じたのはフランツ・ヨーゼフ。彼はフェルディナンドをよく思っていなかった人でもあり、セルビアと戦争するきっかけが欲しかった人。ちなみにオーストリアがセルビアに突きつけた最後通牒は到底受け入れられないような内容で、オーストリアがセルビアを侵攻するためのものであったとも言われています。なので黒幕の可能性として、黒手組含むセルビア側の犯行か、
セルビア人の仕業と見せるため黒手組を利用したオーストリア側か。皆さんはどう思われますか？暗殺があったから戦争になったのか、戦争をしたかったから暗殺があったのか。こちらの絵をご覧ください。ヴィルフェルムビータのフェルディナント。とても優しそうな表情ですね。皮肉なことにフェルディナンドは異民族へのリベラルな姿勢を持っていて、セルビア人に対して政治的に好意的なスタンスをとっていました。フェルディナンドのことをもっと知っていたら暗殺計画を思いとどまっていたかもしれませんね。謎多きサラエボ事件、最後までご視聴ありがとうございました。